牙がうずくわ。聖天の霹靂がごとく乱世は訪れ、今や天下の趨勢はまさしく群雄割拠。くすぶる火種はやがて豪華となり、国を焦がすは必定。その矢先、我が宿敵謙信は足利従属を表明し、再び将軍家の治世とすることを選んだ。軍神が頭上に仰ぐ足利義輝とは、まことにそれほどまでの男なのか。そして新しく訪れるにふさわしき世とはどのようなものか。わしはこの目で、この魂でしかと見定めねばならぬ。自らの治世に大戦乱を招いた所業、それ自体を暴挙あるいは乱心と断ずるはたやすい。だがこの天下を覆い尽くさんばかりの熱気を見よ。将が将たるに、武士が武士たるに、今ほどふさわしくも輝かしい時世はなかろう。まさに戦国武士の時代よ。わしとて武変の者、血のたぎりは抑えようもないわ。しかしだからこそ理性は林のごとき静けさをたたえておらねばならぬ。全てを見定めるために。将軍とはそもそも武家を束ねる棟梁である。古来その権力を支えてきた者は武威、我ら武家の力であった。昨今武家が各々の領地にて力を蓄える一方で、将軍家そのものの武は弱体しつつある。事実、将軍家をないがしろにする勢力も出始めていた。わしですら足利と深く結ぼうとは思い至らなかったのだ。かねてより将軍家を敬っていた謙信は、わしの知らぬ足利を見ておる。そういうことか。力で己をしのぐ者あらば、その者に権力の座を明け渡す。天下創生の命乗りで足利はそう鮮やかに宣言した。これほど潔くかつ大胆な宣戦布告があったであろうか。同時に将軍という権力が決して形骸でないことを改めて世に知らしめた。武の頂点にある唯一無二の男、まさに並外れた大器。一人の者の父として、男として数形を禁じ得ぬ。謙信よ、お主が認めたのもそれゆえか。確かに足利は将軍として、者の父として、男として瞠目すべき存在であろう。だがそれは者の父の目で見た像でしかない。国は者の父のみでなるものではない。否、むしろ国の礎たるはあまたの民草なのだ。ならば問う。天下創生の命乗りなる華麗な宣戦布告は民を思っての所業であったか。それは民が望む所業であったか。武田武田俺は小結び。孔の思惑通り、新しき時代は訪れよう。より頂点にふさわしい者の手によって
その世は作られる。しかし新しき時代の到来を望んだは誰あろう将軍自身。時代が望んだのではない。モノノフが望んだものでもない。ましてや民草などであろうはずもない。多くの民がこたびの戦乱に巻き込まれ疲弊している。ただ一人の男が望んだがためにだ。この乱世はただ一人の男の意志によって引き起こされたおぞましき大災厄なのだ。将軍家の治世はことここに至るまで歪んでいた。その歪みを放置したは我ら武士全ての罪である。剣士、お主はそれをも見抜いた上で足利に従い内から歪みを正そうとしているのではないか。しかしそれではならぬのだ。剣士、将軍とはあくまで武家の通り。新たに訪れる世は武士のための世であってはならない。国の礎たる民のための世。時代はそうあるべきだ。そしてそれはわしの手でなす。見ているがいい剣士、わしの作る新しき世をわしはなすべきをなした。だが全てをなしたか。皆、天下万民のため我が全知全能を尽くす。ここからが始まりよ。雪村。はっ！真田源次郎雪村、ここに。これよりわしは太平の世を作る。戦で百戦百勝するよりもはるかに険しい道のりとなろう。それでも来るか。はっ！ん？お主もじゃ、サスケ。たく怒鳴らなくても聞こえてますって。当園の誓いには程遠いわ。将軍のその力、権勢は理解しよう。だが剣心よ、お主とわしの間には逃れられぬ宿命がある。お主とて忘れたわけではあるまい。わしらには天下統一よりも新しき時代よりもなさねばならぬことがあるのだ。わしとお主、雌雄を結殺して何事もなるべきか。それこそが宿命、定められし運命。見果てぬ夢に酔いしれておるならば、わしがこの熱き魂でうつつに連れ戻すまで。友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。甲斐の虎、何故今この時に。今この時だからこそじゃ。
ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。邪魔するでない娘。怪我では済まぬ。脅しても無駄ですよ。卑弥呼様が敵って言ったから、あなたは私の敵なんです。己の真なるものに準ずるか。それもよかろう。あなたのことは分かりました。私はそれを伝えに行きます。まずい。このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。血迷いましたか武田信玄。ここにあらせられるわ。足利義輝公なる。無論承知よ。引きなさい。このままではあなた様が逆賊の汚名を。お主、一体どのような悪手に浸っておるのじゃ。我ら官軍を打ち果たそうなどと己ら不敬であるぞ。伝えなきゃ。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様、目的は上杉か、それとも足利か。目下のところお主。貴様、我が思った以上の駒であったか。足利と敵対するつもりならば我と手を組め。ほほう、お主離反する気か。愚物め、後悔するぞ。わしをたばかろうなど100年早いは若ぞ。我らは足利だ。貴様ら雑魚とは比べ物にもならん。まともな勝負になればいいが。あの者を私が打ち果たしてみせましょう。お心安らかにあれ。甲斐の虎ともしようてみたいが、そう怖い顔をするな友よ。皆の熱、この義輝しかと感じているぞ。引き際を見極めるも采配のうちよ。毛利軍は撤退の兆しか。牙を向くその時を楽しみにしていたのだが、惜しいな。お戯れはほどほどになさいますよ。振るうことたける炎が如く。鋭きこと凍てつく氷のごとし。逆賊、我がいてし剣にて打ち滅ぼさん。勝てば官軍という言葉を存じて。願わくはあなたが帝を満たせし者であらんこと。
今のお主に勝ったとて決着とは思わぬ。それほどお主はほうけておるのだ。何を。世が出るまでもないと言ってくれるな。買いもない。この口惜しさ、憤り、これが本当の戦なのか。雲の子を散らすようにか。悪い夢だ。物足りぬという顔をしているな。友よ、隠さずともよい。世にはわかる。剣心よ、見ているがいい。このわしが足利義輝はしのいでみせようぞ。甲斐の虎。己が魂の声に従え、失することを恐れるな。信じて突き進め。承知。世が望むは人々が限ろう熱き時代。すべてのものが燦々と輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。お主が剣心を夢に酔わせておるのだな。それはまさに言い得て妙だ友よ。世は今や群雄割拠の熱いいな。これはいい。生まれながらにして帝王、それがお主の逃れられぬ定めか。いきさつは理解した。しかし世とて剣士の端くれ、負けてやるわけにはいかぬぞ。残念じゃ。真剣勝負に手を抜く輩であれば。その方が命運を落とす相手は世ではないということか。あとは天が望むままに。それが定めだ友よ。目覚めたか剣心よ。いざ我らが定めの流れ着かん場所へ。かの地でわしらの定めが決する。わしとお主、思えば奇妙な縁じゃ。その力、人格、互いの全てを認め合いながらついぞ相入れることはなかった。これを定め、宿命と呼ばずして何と呼ぶ。わしがお主以外の者に敗れることはもはやない。故にお主もわし以外の者に敗れることは許さぬ。今行くぞ軍神よ。甲斐の虎武田信玄、いざ参る。来ましたね。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上に。
上杉全軍包み込みなさい。ここが定めの流れ着く場所である。全てが始まった地でもある。記憶の中のお主が鮮明すぎて懐かしむことすらかなわぬ。まこと白日に見る夢がごとく。謙信様、あの男とならば共に手を携え歩む道も。軍神などと謳われていた定めには決して誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵直江兼次参上。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。もみじの他に火の彩りは求めません。私も一匹のバス。そうありたい。心から願っている。謙信様、私は惑わず御仏のもとへ。水面の月を崩さぬよう進むのです。ははー。我らが50人がかりで挑んでも到底及びますまい。奴は呂布だとでも言うのか。いな、ただの人よ。その報い神罰として下ると思え。あの技も身のこなしも俺には到底真似できないな。親方様に敗れたのだ。無人の誉れと思われよ。いいさ、乱戦こそが戦の花ってやつだろ。お前もそしてあの方も互いの定めに決着をつけるためこの地へ来た。あの方のお心内が私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。この信玄を恐れること大いに結構。決して恥ではないぞ。蜘蛛の巣のごとく遮る。ここを通すわけにはいかんのだ。上杉の忍び、名は春日であったな。この剣の一戦で戦況を変えねば軍神の剣は膝をつかない。さあ鞘に戻りなさい。私の剣。謙信様、いつまでも
そのおそばに。一つの定めが今終わりを告げる。時は来たり。この日の元にて幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。待っておったぞ剣士。待たせてしまいました信吾。氷の刃はたける炎を沈め導き、熱き魂は凍える心を溶かし震わせる。新たなる定めが始まる。これよりは共に歩もうぞ。さあ来たぞ、お主の国じゃ。そうか、嬉しいか。何の礼には及ばぬ。おかげでわしもこうして語らうことができる。これで酒があれば文句なしじゃ。そういえばお主も相当な酒豪だと聞いておるぞ。お主が申しておった場所はまだ先か。越後を一望できる山の頂。確かにお主が眠るにふさわしい。よし、着いたら酒盛りじゃ。心ゆくまで杯を交わそうぞ。